もしあなたが、将来の大きな成長を信じて、数千億円という莫大な投資をした直後にですね、歴史的な大赤字に直面したらどうしますか？パニックになって全てを投げ売りするか、それともこれを究極の買い場と見るか。本日はこの非常にスリリングでリアルなビジネスの現実をあなたと一緒に深く掘り下げていきたいと思います。それは、非常に怖い状況ですよね。莫大な資金を投じた直後の大赤字となれば、普通の感覚なら逃げ出したくなります。ただ、その裏に何か意図的な戦略というか、次への壮大な布石が隠されているのではないかとも勘ぐってしまいます。ええ、まさにそこが今日のポイントです。もちろん特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。本日はある巨大シリコンウェアハー企業の事例を通じて、この一見すると絶望的な状況をどう読み解くべきか、その可能性を探っていく客観的な仮説提示のアプローチを取ります。ビジネスの構造や財務の裏側にあるダイナミズムをあなた自身の視点にどう活かせるか、一緒に考えていきましょう。はい、承知いたしました。では、その企業は今、具体的にどのような岐路に立たされているんでしょうか？結論から言いますと、現在のこの企業が歴史的な転換点にある理由は3つあります。まず1つ目のトピックは、市場の二極化です。今、半導体市場では強烈なコントラストが起きていまして、具体的には AI 用データセンター向けの300ミリ先端ウェーハーは極めて好調に推移している一方で、民生品とか産業機器、自動車向けの200ミリ以下のレガシー需要はどん底と言えるほど低迷しているんです。なるほど。同じ会社の中で、飛ぶように売れている最新鋭の製品と、在庫が積み上がっている従来品の明暗がくっきりと分かれているわけですね。そういうことです。身近な例で言うなら、高級フレンチのコース予約は数ヶ月待ちで満席なのに、併設している昔ながらの大衆食堂には全くお客様が来ない、そんな状態ですね。分かりやすい例えですね。つまり、いくら高級フレンチが繁盛していても、大衆食堂の赤字が垂れ流しになっていれば、会社全体の利益は足を引っ張られるということですか？鋭いですね。まさにそれが今の痛手になっています。そしてさらに重くのしかかっているのが2つ目のトピック、焼却の谷です。この企業は過去3年間で佐賀県の伊万里新工場などに約4000億円というちょっと桁違いの大型設備投資を実施しました。これは将来の AI 需要を見据えた素晴らしい一着なんですが、問題はタイミングなんです。売上が本格的に爆発する前に、この設備に対する原価償却費、つまり会計上の費用がですね、年間115億円規模でのしかかっている状態なのです。年間115億円ですか。凄まじい額ですね。将来の大繁盛を見越して超大型の最新鋭工場を建てたけれど、まだフル稼働していないのに、莫大な家賃とか機材のリース代だけが毎月ドカーンと引かれているような状態ですよね。完璧な例えです。これが利益を大きく圧迫している主因ですね。そして3つ目の理由が戦略的撤退と構造改革です。需要低迷が続く200ミリ以下のレガシー製品について2026年末までに宮崎工場の生産終了を決定しました。これに伴って58億円の特別損失を計上しています。さらに台湾にある合弁会社について自社の持ち分比率を 43.2% から 38.0% に下げて、連結子会社から持ち分法適用関連会社へと変更しました。ちょっと待ってください。工場を閉鎖して特損を出し、台湾の合弁会社の持ち分も減らす。これって見方によっては単にビジネスを縮小して不採算部門から逃げているだけにも見えますが、違うんでしょうか？ええ、表面上はそう見えるかもしれません。しかし結論から言えば、これは単なる止血ではなくて、資本効率を劇的に上げるための筋肉質な体質改善なんです。伸びない事業からは勇気を持って撤退して、勝てる先端領域に経営資源を集中させる。さらに対マン法人の持ち分を下げて資産を軽くすることで、より身軽に動ける体制を作っている。脂肪を落として筋肉に変えている真っ最中なんですよ。なるほど。痛みを伴う改革を今まさに断行している最中なのですね。つまり、ここまでの話で、状況の厳しさと、その裏にある戦略の輪郭は見えてきました。はい。そしてここからが今日一番大切な話です。実際の数字の検証に入っていきましょお願いします。具体的な数字で見ると景色がまた違ってきそうですね。違ってきます。
この企業は2025年12月期に117億5100万円の当期純損失、つまり赤字を計上しました。通常、黒字の成長企業であれば PER とか EPS、株主還元といった指標を見ますが、今回はあえて赤字成長株という分析の枠組みを使います。PSR、ROE の改善度、営業キャッシュフローマージン、売上成長率の4つの指標でこの企業を丸裸にしていきます。赤字なのに成長株という視点が面白いですね。最初の指標は何でしょうか？指標の1つ目は売上成長率と推移です。2024年の売上高3966億円から2025年は4096億7000万円となり 3.3% の微増でした。ここで頭の中で四半期ごとの推移を示す棒グラフを思い浮かべてみてください。2025年の第1四半期から第4四半期にかけて棒グラフの高さはほぼ横ばいから微減のトレンドを描いています。そして2026年第1四半期の予測は100億円と前年同期比で 2.4% のマイナス。完全に踊り場を迎えています。売上が伸び悩んでいるわけですね。市場全体や競合と比べるとどうなんでしょうか？比較として S&P500 の IT セクター平均が安定して2桁成長を描く点や、鉛筆から半導体材料まで多角化して安定成長する競合の信越化学と比べると、シリコンウェーフは単一事業ゆえのサイクルの激しさが際立ちます。しかし、私はこれを単なる停滞とは見ていません。独自の定義でお伝えすると、これは AI 需要の爆発に向けた助走期間です。しゃがみ込んでいるからこそ次に高くジャンプできるんです。助走期間ですか。でも赤字で売上も伸び悩んでいるとなると、やはり投資家としては不安になりますよね。その不安を払拭するのが指標の2つ目、営業キャッシュフローマージンです。会計上は117億円の純損失が出ていますが、本業の儲けを示す営業キャッシュフローはなんと1000億4000万円の大幅なプラスなんです。しかも前期比で 43.7% も増えています。売上に対するマージンは約 20% という極めて高い水準を維持しています。いや、ちょっと待ってください。117億円の赤字なのに、手元には現金が1000億円以上も入ってきているということですか？それはどういうからくりなんでしょうか？先ほどお話しした年間115億円の減価償却費、これが鍵です。減価償却費というのは過去に払った設備投資の費用を会計上で分割して計上しているだけで、今実際に現金が出ていっているわけではないんです。比較対象として S&P500 の製造業平均はもちろん、欧州の強力な競合であるシルトロニックもマージンは約 24% 程度であり、トッププレイヤーとして同水準の強靭な粘り腰を見せています。なるほど。表面上の赤字に騙せれず、実際に会社が稼ぐ現金を見る必要があるということですね。つまり、手元の体力は十分にあると。その通りです。独自の定義としてこれは赤字の裏で現金を生み出し続けるキャッシュ創出エンジンのタフさを示す数字と言えます。現金を生み出す力は全く衰えていないんです。そしてこれが指標の3つ目、ROE の改善度とバリュエーションにつながります。現在の ROE、つまり自己資本利益率は赤字のため当然マイナスです。利益が出ていないので PER も使えません。そこで売上高に対して株価がどう評価されているかを見る PSR や PBR に注目します。現在の市場からの評価はどうなっているんでしょうか？ PBR は現在約 0.7 倍と過去10年で最低水準に沈んでおり、いわゆる解散価値割れを起こしています。また、企業価値がキャッシュフローの何倍かを示す EV/EBITDA 倍率で見ても約 8.6 倍です。EV/EBITDA、不動産投資で例えるなら、その物件を買ったら家賃収入の何年分で元が取れるかを示す指標ですが、8.6 年というのはかなり割安な水準です。PBR が 0.7 倍というのは市場からかなり見放されている印象を受けますね。これも過去や競合と比べるとどうですか？比較するとその異常性が際立ちます。この企業自身のピーク時、2020年の PBR は 2.0 倍から 3.0 倍ありました。さらに競合の信越化学は現在 PBR3.5 倍から 4.0 倍、EV/EBITDA でも12倍から14倍で常に市場からプレミアム評価を受けています。信越化学は常に高く評価されているのに、この企業は歴史的な安値に放置されている。でもこれっていわゆるバリュートラップ、割安の罠ではありませんか？レガシー製品が回復しなければ永遠にこの低い評価のままかもしれませんよね。素晴らしい視点です。
確かにそのリスクはあります。しかし、独自の定義でお伝えすると、現在の PBR0.7 倍は、市場が過剰に悲観している、期待値の底割れディスカウントと言えます。今は償却負担で利益が押しつぶされていますが、AI 向けの先端設備がフル稼働して、ROE が過去のように2桁水準へと正常化すれば、市場からの評価に大きな見直しが入る可能性があります。一番苦しい今だからこそ、バリュエーションが異常に安くなっている可能性があるということですね。ええ。そして最後の指標4が、為替換応度です。この企業は為替の影響を強烈に受けます。ここではルールとして、1ドル150円の固定換算で解説しますが、円安が1円進むごとに、年間で約20億円から30億円の営業利益を押し上げる効果があります。1ドル150円換算で計算すると、約1030万ドルから2000万ドルもの利益が、ただ為替が1円動くだけで増える計算になります。1円で最大30億円、約2000万ドルですか？なぜそこまで為替の影響が大きいんでしょうか？頭の中で円グラフを想像してみてください。売上の約8割が海外向け、つまりドル建てで入ってくるのに対して、工場の稼働や人件費などコストの多くは日本国内の円建てで支払っているからです。比較として S&P500 のグローバル企業と比べても、単一の国産生産比率が高い分、この為替換応度は極めて特殊です。ドルで稼いで円で払う。だからこそ、為替が業績を劇的に上下させる強力なレバレッジ、ある種の諸刃の剣として機能する意味を持っています。売上とコストの通貨のギャップが凄まじい利益のブレを生んでいるわけですね。数字の裏側にある構造が非常によくわかりました。では、ここから未来に向けて、追い風とハードル、両方を見ておきましょはい、まずはポジティブな要因からお願いします。う。向け需要の構造的な拡大です。この企業は AI 半導体に不可欠な先端 30mm のエピタキシャルウェーハーにおいて世界で圧倒的なシェアを持っています。エピタキシャルウェーハーというのは非常に純度の高いシリコンを特別に成長させた高機能チップには絶対に欠かせない特殊な土台のことです。AI の進化が止まらない限り、この需要は確実な屋台固となります。そしてもう一つ、2026年末には、これまで足を引っ張ってきた非先端品の顧客側の在庫調整が完了すると見込まれています。これが終われば、工場の稼働率が急速に改善し、一気に利益率が跳ね上がる可能性があります。AI という最強のエンジンがありながら、足かせになっていた旧製品の在庫問題も来年末には片付く。これは強力なシナリオですね。では逆にハードルは何でしょうか？ハードルも決して低くありません。まず、先ほどからお話ししている約4000億円の設備投資に伴う減価償却費の負担が、実は2026年にピークを迎えます。つまり、会計上のコストの重いやつはまだこれから一番苦しい時期を迎えるということです。まだ底を打っていない、これからがコストのピークなんですね。そうなんです。そしてそれを象徴する極めて重要なデータがあります。2026年12月期の配当予想が未定と発表されたことです。この企業はこれまで業績が苦しい時でも配当を維持しようとする姿勢を見せてきました。その方針からの一転は異例の変化であり、今は何よりも財務の健全性を最優先にするという経営陣のシビアな判断、強烈な危機感が現れています。株主への還元を一旦ストップしてでも、手元のキャッシュを守らなければならないほどの重要な局面だということですね。その通りです。さらにマクロな視点で見れば、各国の関税リスクや顧客である半導体メーカーからの長期契約、いわゆる LTA の引き取りを延期してほしいというプッシュアウトの要請が長引くリスクもkumっています。需要の回復が想定よりも遅ければ、重い減価償却費に耐えきれなくなるシナリオもゼロではありません。ありがとうございます。ここまでの話を整理させていただきます。この企業は数千億円規模の巨大な先行投資を行い、現在はその減価償却費という会計上の重圧によって歴史的な大赤字に沈んでいます。しかし、キャッシュフローを生み出す力は強靭であり、AI 向けの先端製品という強力な武器を握っています。同時に、不採算部門の整理や資本の軽量化など、血を流しながらの構造改革も断行している。現在の PBR0.7 倍という株価は市場の極端な悲観を映し出していますが、2026年のコストピークと在庫調整の完了を乗り越えれば、巨大な反転攻勢のポテンシャルを秘めている。
まさに究極の我慢比べの時期にあると言えますね。完璧なサマリーです。最後にあなたに考えてみてほしいことがあります。もし世界中のデバイスメーカーが現在の AI 特需の裏でシリコンウェーハーの長期契約を見直し始めたとしたら、それは半導体業界全体のパワーバランスにどう影響を与えるでしょうか。この部材サプライチェーンの力関係の変化こそが次の大きな波を見極める鍵になるかもしれません。投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。気になる銘柄があればぜひコメントで教えてください。